戦う者の闘志を湧き上がらせてくれるのがパチンコなんで、世界一強いパチンコになりたいんで、今日は一番盛り上げたいんで、バチバチいこうかなと思ってます。セカンドラ伊藤有希対外国人ファイターライジンで5戦全勝、外国人キラーとしてチャンピオンベルトに近づきつつあります。ガジャマトフ撃破による NABA のビッグボーナスを狙います。再びライジンにやってきたハイブリッドダグファイターアリメク・ガジャマトフ。バックボーンはウーシューサンダー、ダゲスタン共和国2大メジャースポーツの一つです。そのサンダーで培った打撃を武器に一昨年まで負け知らず、昨日の計量の時点でガジャマトフ 1.75 キロのオーバーがありました。したがってガジャマトフが勝った場合は無効試合になります。さあ外国人キラーの名を欲しいままにするでしょうか。伊藤有希、まずは第1ラウンドになりました。サウスポースタイに構えています。小さな動きから今関節切りも出していこうという伊藤有希、右のジャブを出します。1ラウンド目の火力がやっぱガジャも強いんで、ストレートが一瞬ガクってなったけど、まあすぐ大丈夫です。組んできた、ここで組んできたのはガジャマトフでありますが、そして組んできたガジャマトフに対してどう対応するか伊藤有希。左サイド膝打ち込んでいきます。スタンドバックから打ち込んでいきます。おっ左だ、際も出してきますね。このままいったらちょっとやばいなと思ったんで、さらに相手を正面に見据えて左から右コンビネーション。1ラウンド目も後半をちょっと乱打戦みたいな感じで上げてったら、このペースで2ラウンド目からいけば相手も多分疲れてたんで、2ラウンド目からガンガン圧かけようと思って。もう左ストレートが入っていきます。フック打ち合いになっていく、かなり近い距離まで詰めていきました伊藤です。キャリア足を取っていった。このまま組むんじゃなくて口と鼻を取りながらわざと組ませるみたいなで、それで結構息上がってたんで、相手を消耗させようと思ったんで、もう一回腕を入れてくる。そしてリアネイキッドチョークに入っていく、リアネイキッドチョークに入っていこうという構え、ガジャマトフです。決まりそうだけど顎がずれとってそこで力使って、そして正解させるか。そして立ち上がった伊藤有希、対応していきました。さあ組んでいきました。コーナー落ち着けるです。そして勝ち替えに入っていくか、締めていく、アナコンダに入っていく。さあガジャマトフが今体が丸まった状態になりますが、どうだ。Можно сказать, почти потерял, но я не собирался сдаваться там. 落ちたと思ってパッて離した時に、もうゾンビみたいにブワーって起き上がってきたんで、あとはもう打撃で仕留めたろうって感じだったっすね。外国人キラーの名を欲しいままにしている伊藤、左に放っていった。ガジャマトフ封鎖するのか、ダゲスタンファイターも封鎖するのか。封鎖した。ダグファイターの結果、外国人キラー決済伊藤有希。ちょっとねフラフラして顔に意識を危ない叫んだら酸欠になったっすよマジで。危なかった、俺が KO されるとこだった。アナコンダでもう少しってところまで追い込んでからの打撃なんで、いやもう素晴らしい勝利の上に成長度合いを見せましたね。Что чувствую? Конечно, очень разочарован. Дальнейшие планы, будем двигаться дальше. И я хочу драться на 61, перейти на 61. Я понимаю, что я уже не могу гонять. ちょっと一回聞いていいですか。トヨタアリーナの皆さん、盛り上がってますか。
誠首洗って待っとけ。ガジャマトフ倒したらいいっしょもう文句ないやろ。もっともっと練習してもっともっとパチンコして強くなって、今2連続フィニッシュしてますから、大晦日で揃えちゃいます3個、はい、あっしゃー3つ揃えるの得意なんで任してくださいよ、はい、マオちゃんとラブラブさせてください伊藤有希がアリベクガジャマトフをノックアウトしています。気持ちいい。意識を危ない危ない。いやソフトテニス部っぽいよ。ムカつきましたね。身長何センチですか。70。イメージちょっとお願いします。ちょっと殴っていいですか。アンポ一家のバッドガイジョリー。満を持して本日憎きブラックローズ討伐に乗り出す。まず一人で平本城を捕まえました。キックサット平本蓮の顔見ながらこう平本城の顔面をこう殴るっていう。ブラックローズ殲滅へジョリー。前回むき出しの逆転劇で己を証明した平本城。聞こえてきた相手からの雑音、ブラックローズ狩りの言葉、コテンパンにして俺で止めてやろうと思っている。さあいよいよ因縁の戦いが始まります。まさに錯視であります。まずは第1ラウンドが始まりました。ちょっと腕を下ろしながら変則的な構えを見せています平本城です。まあパンチ打たなくてもプレッシャーをすぐ常にかけとくっていう、相手より先に動く、はい、それが一番意識してる。ジョリー選手は組みたいでしょうね、だからその距離になれるかどうかっていう、ペイントかかってくれると。ジョリーもうちょっと中心低くて。もちろん組です、そこに持っていければと思ったんですけど、距離の設定がうますぎてテイクダウンいけなかったです。関節蹴りを出していきましたジョリーです。まもなくその1分間が過ぎようとしています。左のハイキックを出していった平本城です。そうちょっとずつ殴り殺そう。ちょっとずつ殴り殺すぞ。ジョーの遠くからのやっぱ蹴りがすごいんで、それに攻めあぐねてどっかで組むために振ってくると思ったんで、そこまで変に焦って出なくていいと思ったんですよ。絶妙な距離感の攻防になっています。左だ。振ってくるなって思ったんで、相手が振るとこにもう先に予測して打つのがビタッとはまったんで、そうですね。逃げっくだ。そうですね。逃げっくだ。そうですね。逃げっくだ。ジョリーのブラックローズ討伐心、分散してみせました。今まで初めてこんなに試合中に相手の動きすごい鮮明に見えて、だからこそフックも自然と出した。おいザコ二度と名前出すな。ザコ一生寝てろ。
オッケーオッケー。入場の記憶ないよ。入場しました。俺ら何部か覚えてる？まあ、負けは今後の勝ちになるための糧になるんで、これからも応援よろしくお願いします。顎いてちょっとお願いしました。優秀しい。平井選手、やらないですか？勝てにしてやるんで、お願いします。最高。マト君パーティーっすよ。最高だよ。マト君。パーティーっすよ。去年トーナメントで出た選手とかとやり合っていかないとチャンピオンベルトとかそういうのは言っていけないなと思うんで、そういうところの選手ともせめぎ合いできるように頑張りたいです。俺はもう、はい、次最高のバトンもらったんで最高の弟っすね。はい、俺がマジでつなげます。次はお前だよって待たせてたんで、みんなのことをあいつは絶対やってくれるんで。もっと強くなる自信があるんで、みんな期待してください。2026年はヘビー級が大復活を遂げる年だ。ライジンジャパングランプリ2026ヘビー級トーナメント、大晦日に去年のワールドグランプリの優勝者であるアレクサンダー・ソルダドキンとライジンのヘビー級ベルトをかけたライジン初代ヘビー級チャンピオンが決まる。11月8日のララアリーナ東京ベイでの決勝を目指すライジンジャパングランプリヘビー級トーナメント、メガトンの砦酒井亮が日本ヘビー級の生き様を見せます。格闘技への情熱があり、勝っても負けてもヘビー級の魅力を最大限に見せることができる選手。ようやく来たなと、まさか自分が、ね、選ばれると思わなかったんですけど、今日は全部ぶつけて、相手をしっかり倒してヘビー級らしい試合を見せたいと思います。スダリオ剛には日本ヘビー級新時代を作ってきたのはこの俺だという自負があります。各界から MMA に転向し重ねた9つの勝利のうち KO 勝利は8つ。今回は本当に盛り上げたい気持ちもめちゃめちゃあるし、やっぱアグレッシブにやっていかないといけないなと思ってるんで、その辺は集中して遂行します。ヘビー級の生き様を見せる戦いが始まります。酒井選手ね、負けはしたけど持ってますね、この舞台に上がれるっていうかね。この切符をつかみましたからね、最後。まずは様子を見る両者。右のローから入りました。左ですね。身長差もリーチ差も結構あるんで、この長い距離だと多分スダリオ選手右を伸ばしていった、左をですよね。その長い距離をかわしてのカウンターですよね、酒井選手。酒井はそのカウンター狙ってますよね。試合前は自分の距離で戦って相手に触れさせないっていうことをとりあえず念頭に置いてやったって感じです。自分が毎回激しく勝つも負けるもやってたんで、冷静に3ラウンド使ってやろうかなって感じの気持ちだったんですけど、左を伸ばす、右ロック合わせていった酒井ですがうまくヒットはしませんでした。見えないパンチがおそらく交錯して左から右、大きく振ったスダリオ。全部合わせてますね、酒井もそこに合わせてきています。もともとね、その酒井選手の武器も分かってたんで、よりこうスマートにコンパクトにやるっていうのは心がけてたんで。左ジャブだ、左ジャブとかね、三日月とかカーフ、下から崩してほしいですよね。ジャブに合わせる、ジャブに合わせる、効いている、前の上になった、左のパンチが効いている、左だ、左ダブル、右。ただ打ち合いになると酒井選手もありますね。一発があるんでね。前出ますね。前に出て左を、頂点フラフラ来ている。酒井選手も。左から効いた、右のフック。効いた、右のフック。前の右だ。桜モルティック止まった。スダリオ強し。酒井
すいません。申し訳ないです。すいません。大丈夫、ちょっと見ちゃって。あっちに来て。全然大丈夫です。いつも本当にありがとうございます。夢見させてもらってありがとうございます。必ず優勝します。ありがとうございます。ちゃんとやった。ありがとうございます。すごいです。もう短所やっぱ見すぎちゃうってところがあったんで、いや、そうだったです。もっともっとちょっとちゃんとアグレッシブにもっとやります。お願いします。どうぞ。お疲れ様でした。剛ありがとう。めっちゃ強いわ。めちゃんこ強かった。いや嬉しい。俺今まで食らったパンチ一番強かった。あ、本当ですか。またなんかさ、ね、機会があったらやろう。あ、もうぜひぜひお願いします。こういうとこ映してよ、本当にいい人なんだからさ。悪いイメージしかないからさ、めっちゃいいやつなんだよ。ありがとうございます。やれてよかった。本当ありがとうね。本当ありがとうマジで。ありがとうございます。マジで嬉しかった。いやー、勝ちだった。やっぱ僕のスタイルっていうのは去年とかもそうだったんで迷子になってたところももちろんあったんですよ。もっともっと、ね、変えなきゃいけないところもあるんですけど、一つちょっといい感覚がつかめたのが良かったなと思います。日本ヘビー級の夢を託すにふさわしい男を決めるトーナメントに怪物の幻想をまとった男、エドポロキングがついに登場です。実に1年5ヶ月ぶりの復活。エドポロキング、リングにそびえ立ちます。極真世界王者上田幹雄、空手魂を胸に地獄の日々を送ることで敵を知り駆逐する。真を極めた伝統が幻想を打ち砕きます。リーチ差はなんと 29.5 センチあります。さあ戦いのゴング。蹴りでコツコツ削っての方恐怖だったりしますよね。今ちょっとカットしてお前の足の方が痛いだろうと。カーフ絶対狙ってくるなっていうのはもう誰でも分かってることなんで、すごいカットの練習とかもして何度かカットして、相手の方が絶対痛かったと思うし。エドポロ勘違いしやすいけど、結構この上田の足が強いんだよな。変なとこ当たっても痛くないんだよ、空手上がりだから。うわー、これも大丈夫なんだ。左のそうゴーンチェック前に出た方がいいんだよな。首相撲でも何も捕まえに行かないと。にはすごく有効です。左のダブル、左右の膝を見せました。右2段蹴りできた。組はどうか。電話を入れてるんでしつこく右足かけに行こう。右足かけに行こう。脇を刺した。頭の位置上田幹雄が脇を刺しました。外掛けで倒せるか。組の展開であったりとかはすごくこういい形が取れてたんで、ただ向こうもフレッシュだから対応されてるけど。ボーロキングもかなりの汗が出て右を打ってきた。しかしその足に攻撃がありました。さあ前を詰めて左のパンチ。さあバック、バックを取る。組もそんな負ける感じじゃないなって伝わったんですけど、じゃあこのまま睨んでやっていこう。ここで第1ラウンドやや笑顔も見せましたエドポロキングです。もう確信したっす。こんなもんかみたいな。1ラウンド見て2ラウンド3ラウンド勝負かけようっていうのを作戦やったんで、まだねエドポロキング選手はねあんまりパンチ出してないんですよね。もしかしたら2ラウンド以降パンチでって感じなのかもしれませんね。相手を見据えて前にスーッと出てきた両者、赤痛くて仕方がないような表情にも見えましたエドポロキング。伸ばしてくる。ここでエドポロキングのパンチ、左のパンチから右のヘイキック、左のフック、右の膝、右のパンチ、左のフック。ここは一気にラッシュに来た。いやただちょっとガード低いんでチャンスありますよ上田選手。いけ。
け江戸ボロ。出てくるかもしれない。そういう川地さんの読み右のみ。そういう川地さんの読み右のみ。そういう川地さんの読み右のみ。聞いた。うえーし。そう絶対そうなんで。右の膝一戦でした。あれマルテレーラのね戦いぶりを彷彿とさせるような。首相撲をクラッチできた時にこれ上げたら膝顔に当たるわと思ったんで上げたっていう感じです。終わりだ。終わった。終わってねえよ。正直今今後どうしようも考えてないですね。格闘に対して潮時なのか向いてないのかちょっと分かんないですけど、ここからだよ。こういう経験してそれを自分のものにするかどうかっていうのは自分次第で作るならそれできる。大丈夫。はい。お久しぶりです。エドポロキングです。さっきのナイスあるよ試合かかってこんかいこれ。僕の予想は初めから江戸プロの方が勝つ確率が高いと思ってたんで、正直俺上田の会で武器は僕のが絶対持ってる。それは自信持って言えることなんで、遅くても2ラウンドには KO できるんじゃないですか。はい、10回やったら10回勝てるんで。いや、エグいわ、これエグいわ、エグいわ、勝っちゃった、勝ってもうたわ、スターになるべくしなくてまうか、待っとけスラリオス。遊戯王風に言うたら次回スラリオシス、それだけの話です。シャーマン。ジャパングランプリヘビー級トーナメント決勝はこのエドポロキングとスダリオ剛2人による争いということになりました。エンジェルシャーパンプレゼンススーパーライジン5なにわの超復活祭り対戦カードの発表です。誰もが認める完全無欠の支配者ラジャム・アリー・シェイドライフ。 История больше депутат бұйырса ошоны ареналарда атын чыгарганга буюрса аракет кылабыз. 北米からファンタスティックなあいつがやってきた。I'm going to be one of those guys that's just in his face the entire time. ライジンと PFL のダブルタイトルマッチです。ついに動き始めた令和の黒木カリスマ、カザフの撲殺処刑人。ライブに負けるかもしれない、もしかしたら。っていう緊張感ある試合って僕絶対負けないんで。カリシャがダウトベック VS 平本レイ。湯切りの時間は終わった。ここからはパウンドの時間だ。人生がなんか乗っかるような感じになりますね、試合は。暴発する心と鉄拳。血吐きながらでも戦い続ける斉藤豊対ヤーマン。強敵を流星のごとき光の拳で切り裂くことができるのか。ドンマイ川端。シュートボクシングのクイーンは総合のクイーンにもなろうとしている。かつての絶対王者もここで復活。褒めるとサドシソーザ。眠りから覚めた聖剣伝統派空手の希望。キレイです。その絵しかないっていうか。やっぱりこの男にはゴールがよく似合う朝倉未来。誇りと夢を背負って海外へ帰ってきたこの男、青木真也。
負けなくないでしょって思ってますよ。いいんじゃないですか、面白いじゃないですか。結局どっちが強いからね、リングの上では。朝倉未来 VS 青木真也が実現しました。スーパーライジン5